写真の中心で笑顔でいる男性。一体この後どうなると思いますか？遡ることおよそ62年前の1960年5月、オランダ領ニューギニア、現在のインドネシアにあたる土地でこの写真は撮影されました。中央に写っている青年の名はマイケル、当時22歳。彼は民族学者で特にニューギニアの部族に興味を持っていました。この写真の周りで踊っている原住民はまさにニューギニアの部族。ところがこの写真が撮影された1年半後、彼はとんでもない事件に巻き込まれてしまうんです。その事件を起こした犯人は写真に写る原住民だったんです。一見微笑ましい異文化交流に見えるこの写真。なぜ原住民たちはマイケルに白羽の矢を立てたのか。そこには原住民が守らなければならない恐ろしい風習があったのです。おざす。早くキングダムの最新話見たいよ。ケンちゃんです。そこの晩ご飯に迷ってる奥さん、私が今日の晩ご飯決めてあげる。ズバリビリヤニにしなさい。ビリヤニってなんだっけ？ビリヤニ知らないんだ。ビリヤニってなんかあれか、ピラフみたいなやつ。そうなんかどっかの混ぜご飯よ。覚えてねえんかい。多分インドかなんかの混ぜご飯だった気がする。覚えてねえんかい。あ、でもインドかもね。教えて教えてね。本日皆様にご紹介するのは恐ろしい事件に巻き込まれてしまった民族学者マイケルについて。この写真の真ん中に写ってる男の人でしょ。すごい歓迎されてんじゃないの？そんなさ、襲われてピンチの時だとこんな笑えないでしょ。まあでもピンチの時こそ笑えとはね言いたいんですけどね、いつもの僕だったらね。ルフィ2回血流してるよね。主人公の補正で笑うのあるじゃないですか。ああいうことじゃないです。皆さん違う。僕はねやっぱこの事件をね初めて知った時に、風習に縛られるって本当に恐ろしいことだなと思ったんですけど、まずはね一体この事件はどういう事件だったのか早速見ていきたいと思います。悲劇の現場。遡ることおよそ62年前の1960年5月、現在のインドネシアにあたるオランダ領ニューギニアが今回の舞台。ここをある一人の青年が訪れました。彼の名はマイケル、当時22歳。マイケルは民族学の研究者で、その研究対象は当時ニューギニアにいた民族アスマット族。このニューギニアはあまりにも文明人の居住に適さない自然環境だったので、第二次世界大戦の際にはどの国も獲得することを放棄したほどなんです。都合がいいな。そんな土地へマイケルが訪れると、アスマット族は彼らを歓迎し、歓迎の踊りを踊ってくれました。この写真はその時の様子。マイケルの笑顔から見てもアスマット族から手厚い歓迎を受けているというのがわかるんです。異文化コミュニケーションって感じですごいいい感じの写真じゃないの？なんか問題でもあんの？この時点ではね、何も問題はなかったんですけど、悲劇はこの1年半後に起こってしまったんです。この訪問から1年半後の1961年11月、マイケルは再びこの地を訪れます。しかし彼は知りませんでした。まさかあんなことになるなんて。11月17日、再びこの地を訪れたマイケルは目的地に向かうためボートで移動していた。同行していたのはオランダ人の民族学者ルネと現地の案内人。最初は順調だったが、ハプニングが彼らを襲った。おい、一体何の音だ？しまった。エンジンが壊れちまったらしい。突如ボートのエンジンが壊れ動けなくなってしまった。漂流を余儀なくされた3人に緊張が走る。僕、助けを呼びに行ってきます。現地の案内人はこの状況を打破すべく急いで助けを求めに行った。幸い遠くではあるがかすかに陸地が見えている。これであとは彼の帰りを待っていればいい。そのはずだった。何時間待っただろうか。案内人が帰ってくる気配はなく、二人はひたすら耐えるしかない状況。そんな中、しびれを切らして動き出したのがマイケルだった。俺も助けを呼びに行ってくる。よせ、待っていた方が安全だ。ルネの静止も虚しくパンツ一丁になったマイケル。空のガソリン缶を浮き輪代わりにして泳ぎ出してしまった。彼は泳ぎにも自信があり、何よりも若かったから自分ならできると思った。しかしこれがルネが見たマイケルの最後の姿になってしまった。最後の姿ってことは？いや、そうなんです。もう文字通りね、彼はこれを最後に行方不明になってしまったんです。マイケルが行方不明になったと聞き、すぐさま駆けつけたのが父のネルソン。息子を探し出すため現地で大規模な捜索隊を結成。ところがいくら探しても息子の存在どころか遺体らしきものも見つからず、結局オランダ当局により行方不明扱いとなり現在を迎えます。新聞では海難事故による溺死と公式発表、海での遭難ということでサメに食べられてしまったんじゃないかという人もいました。確
かに悲劇なんだけどさ、これ部族関係なくない？全然。そうなんです。うん一部の人はですね、これをね、事故とは捉えてなかったんです。うんというのも、その考えにはこの部族の風習が大きく関わっているんです。恐怖の風習。マイケルの死因が海難事故ではないと訴える人は口々にこう言いました。きっと犯人はアスマット族だ。なぜこの事件に関係のないアスマット族が犯人と言われなければならないのか。そこにはアスマット族の風習が関係していました。その風習とは、首狩り。首狩りってめちゃくちゃ嫌な予感しかしないじゃない。怖いっすよね。怖いわよ。なんか、うんあるよね、鬼のやつ。鬼滅の刃？違う、鬼狩りだよ。なんで自分で突っ込んでんだ、俺。というわけで、本日のメトラキーワード、首狩りについて。首狩り。首狩りとはその名の通り、人を殺して首より上を持って帰ること。物騒だな。持ち帰った頭部は骨を除去した後、煮込んで乾燥する工程を繰り返し縮めて保存するんです。かつてはインドネシア、インド、アフリカ、南アメリカを中心とした原住民がやっていましたが、現在ではその風習はほとんど残っていません。首狩りをする根底には、人間の頭部に霊的な力が宿るという考えがあるんです。そのため、呪術的に使われる場合もあれば、豊作を願う、聖人であることを証明する、復讐するなど様々な目的があるんです。中にはね、単純に戦闘での戦果を証明するというね、意味もあるんです。ね、日本の戦国時代のお話とかでもね、うんよく聞くわよね。なんか首持って帰るみたいな。確かに。まあ、とりあえず首狩りっていう習慣があることは分かったんだけどさ、アスマット族は何のために首狩りをしてたの？アスマット族はシンプルに先祖崇拝の考え。しかも木と人間は同じという考えなので、首狩りの対象は木の実を食べる動物というとても広い範囲。もちろん人間も含まれるんです。すなわちアスマット族に敵とみなされた人間がいたら復讐しないと先祖の気が休まらないという考えなんです。やられたらやり返すって舞踏家の半沢直樹ってことだよね、これね。ちょっと古いですね、意外。いやでもそれってさ、マイケルを敵とみなしてるじゃない、うんあんないい写真撮ってたの、どういうこと？まあ、アスマット族がね、うんこう、犯人説を唱えるには、うんまずはね、マイケルが一体どんな人間だったのかっていうのをねあ、確かに理知らない解しないといけないんです。メトラの皆さんの中にはね、この動画ね、ここまで見ていて、んってね、こう、うん違和感を感じる人もいると思うんです。というのは、ここまでね、僕がね、このマイケルのファミリーネームについて語っていなかった。ここにね、関係してるんです。恵まれた男マイケル。今回の主人公、民族学者のマイケルとは一体何者なのか。今まであえて触れてはいませんでしたが、彼のフルネームはマイケル・ロックフェラー。懸命なこの動画を見てくださっているメトラの皆さんの中には、彼の名前を聞いてピンとくる人もいるんじゃないでしょうか。そう、彼が生まれたのはアメリカの中でも三大財閥の一つ、ロックフェラー家。アメリカの石油王と呼ばれたジョン・ロックフェラーから始まったこの一族は、石油業や軍事産業、金融業など様々な企業を傘下に収めていました。先ほど出てきたマイケルの父、ネルソン・ロックフェラーは1959年にニューヨーク州知事、1974年にはアメリカの副大統領も務めるなど、政界にも太いパイプがあるんです。ズブズブだな。マイケルはジョンのひ孫にあたる人物で、まさに財界直系の血筋なんです。もちろん御曹司として大切に育てられ、名門の後継ぎとして期待される存在でした。ロックフェラーって、もうボンボン中のボンボンの、もうボンボンボンじゃないの。私、ボンキュッボンだけど。そうですね。本当におっしゃる通りでございまして。マイケルっていうのはですね、由緒ある家系のもう大金持ちのロックフェラー家にね、こう生まれたわけなんですけれどもね。ボンよ。まあね、そんなね、ロックフェラー家の人間とはね、別の考え方を持つような男でもあったんです。どういうこと？マイケルはハーバード大学に進学するんですが、そこで専攻したのは将来役に立ちそうな経営学などではなく、なんと民族学だったんです。いいじゃん。なぜ彼が民族学に興味を抱いたのか。そこには家族からの影響もあったんです。彼の祖父はニューヨーク近代美術館の設立にも関わった人物で、父のネルソンもその活動を引き継いでいました。そんな家族の影響もあり、彼も芸術に深く触れていくんですが、その中である芸術の分野に出会うんです。それはプリミティブアート。プリミティブアートとは、先史時代の原始人及び現存の部族社会の美術のこと。簡単に言うと、未開の地の人々が生活上の必要から作る武器や日用品のことを指すんです。実は当時のニューヨーク上流階級では、それを芸術品として扱うのがブームだったんです。実際、ネルソンは1957年ニューヨークにプリミティブアート博物館をオープンさせています。そうした背景から、マイケルは別に儲かるわけでもない民族学にハマっていったんです。でもね、要は部族が持ってるものなら何でも美術品にしちゃうってことでしょ？ちょっと
お金持ちの趣味はわかんないんだけどさ、もう民族学は儲からないって言ってもさ、こんだけ実家太いんだったらすごいお金使えるし楽勝なんじゃない？まあ、そうっすよね、普通の人とはちょっと違った趣味をね持つっていうね、まあそれ自体は素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういった男だったんです。そしてね、合わせて父親がねプリミティブアート博物館のね運営みたいな開催をしていて、その収集を手伝ってたんですよ、マイケルは。っていうのもあって、未開の地にね買い付けにこう行くことになったんです。マイケルが研究の対象としていた部族こそアスマット族でした。彼は現地へ赴き、木彫りの美しい美術品だけではなく、いつも使っている生活用品、しまいには聖なる儀式にまで使われる柱まで買い漁っていたんです。どんな柱それ？金に物を言わせるその買い漁りっぷりは同行したルネたちもドン引きでした。しかしマイケルはロックフェラー家の御曹司、おそらくこの旅の資金もロックフェラー家から多くの支援が出ていたことでしょう。つまりスポンサーともいえるマイケルの行動を咎められる者は誰もいなかったんです。マイケルを快く思わなかったのはルネたちだけではないんです。いくら購入したと言ってもアスマット族にとっては大切なものを奪われたも同然。マイケルを敵とみなして首狩りの対象にするには十分な理由がある。アスマット族犯人説派の人々はそう考えたんです。なんか急にマイケルをちょっと擁護できなくなってる自分がいるわけ。まあ、海難事故かね、首狩りかね、果たしてどっちなのかっていうところなんですけど、実はある人物の登場によって明らかにされたんです。そしてそこにはまさかの真実が眠っていたんです。事件の真相。マイケルの死の真相を解き明かすため調査を開始したのがジャーナリストのミッド・マックリン。彼は事件から8年後の1969年、アスマット族の元を直接訪問し、マイケルのことを聞き出そうとしたんです。しかし彼らは何も語らず、真相は不明のまま。ところがミッドは別の情報筋からとある情報を聞き出すことに成功。それはマイケルが行方不明になる数年前のこと。オランダはニューギニアを占領したんですが、まずはニューギニアに住む部族アスマット族のことを知る必要がありました。そこで政府は調査チームを結成し、アスマット族の元を訪問しました。しかし調査とは名ばかり。占領したオランダは強気の姿勢で、調査チームのリーダーがアスマット族の指導者を含む5人を殺害してしまったんです。ミッドはアスマット族はオランダ人に対して恨みを持っていたんじゃないかと考えました。いや、アスマット族には確かに悲劇なんだけどさ、それがアメリカ人と何の関係があるの？実はね、真実を解き明かす人物がもう一人いるんです。このミッドの調査以降、首狩りを恐れてかしばらく真相を追求する人はいませんでした。しかし近年になってついに改めて調査する人物が現れたんです。彼の名はカール・ホフマン。ナショナルジオグラフィックの編集者としても活動するジャーナリスト。カールがアスマット族の元を訪れたのは事件からなんと50年後。遅えな。いくらセンセーショナルな事件だったとはいえ、さすがにアスマット族も忘れているのではないかと考えていました。ところが彼がマイケルのことを尋ねると、覚えてるよとの答えが。わざわざ覚えている。これは事件の真相を知っているに違いない。カールはそう確信したんです。しかしそこからが大変だったんです。カールが慎重に話を聞こうとしても誰も口を割りません。それどころか証言が嘘で塗り固められている。通訳がそれとなく話を向けても話題をそらされてしまう。真実は近いのにどうしてもたどり着けない。そこでカールは意を決してある作戦を決行します。彼は通訳もつけず、たった一人でアスマット族の村に滞在。彼らと共同生活を送ることでよそ者に対する警戒心を解こうとしたんです。しかも彼が住んだのはマイケルを殺したのではないかと疑われている男の息子の家。カールはアスマット族の子供と遊び、長老と話し、風習を肌で学びました。するとアスマット族も徐々に心を開き、ついに事件の真相を語り出したんです。これはカールの執念がすごいわね。本当になんかもう首狩りの一族に会うだけでもめちゃくちゃリスキーよ。怖いわよ。自分もねされると怖いわ。なかなかいけないわよね。こうしてね、カールの頑張りにより事件の真相が明らかになりました。ではマイケルがボートから離れた後どうなったのか見ていきたいと思います。一体何時間泳いだだろうか。マイケルは精神的にも体力的にもギリギリの状態だった。そしてやっとのことで見えてきた陸地。しかも浅瀬まで来たところでアスマット族がカヌーで出迎えてくれた。これで助かった。ギリギリの状態だったマイケルはほっと胸をなで下ろした。しかし違ったのだ。アスマット族の目的はマイケルを助けることではなかった。マイケルは岸に着くなりアスマット族に囲まれてしまった。その数なんと50人。しまった。ここに来るべきではなかった。アスマット族の風習を思い出したマイケルは後悔したがもう遅かった。アスマット族の一人が彼の肋骨めがけて槍を深く突き刺した。血まみれになったマイケルめがけてさらに首の後ろに斧を振り下ろす。まさに首狩りだった。
こうして首を刈ったアスマット族だったが終わりではなかった。彼らは慣れた手つきでマイケルの体にナイフを入れ解体。一通り解体してしまうと彼らはマイケルの肉を食べ始めた。頭部は丸焼きにされ、脳髄は年長者によって食べられてしまった。人の肉食べたの？アスマット族ってそんな文化を持った民族だったの？それともなんか道具を取られたことに対する復讐としてやったの？まあ確かにね、現代の我々から見たら人の肉を食べるなんていうのはね、マイケルの復讐以外に考えられんやろって思うんですけど、実は彼らなりに理由があったんです。確かにアスマット族は首狩りをして勝った人間の肉を食べました。しかし彼らはアスマット族以外の人間にとって人間の肉を食べるという行為がいけない行為であるということをすでに知っていました。それでもやらなければいけない理由が彼らにはあったんです。その発端はやはりオランダ人によるアスマット族殺害。彼らにとって殺された5人の霊はまだこの世に留まっているものだという考えでした。この霊をあの世に送るには殺すという10日な復讐がどうしても必要だったんです。肉を食べるのも生命力を取り込むという重要な意味があります。本当は5人を殺したリーダーでなければならない。でもそれが叶わないのであれば、せめてそれに近いよそ者の白人を殺さなければ。そこにやってきたのが弱り切った白人のマイケル。白人などめったにやってこない未開の地。これを逃すと次のチャンスはいつ来るかわからない。そう考えたアスマット族はいけないことと半ば分かっていながらもマイケルを首狩りしたんです。この事件はもちろんマイケルも被害者なんですが、一番の被害者は文明社会に土足で踏み入られ仲間を何年も弔うことができなかったアスマット族と言えるのかもしれません。